皆さんこんにちは、かすみです。セバスチャンです。今日はオールスターズシーズン5エピソード5について話します。はい。で、また今回もミニチャレンジはなくミニチャレンジはなくミニチャレンジなくマキシチャレンジでスナッチゲームね、いよいよ。みんな大好きスナッチゲーム。C メールの時点でルポールが喋ってる時点で、もうこれはスナッチゲームだなってクイーンたちもみんな気づいてて、はしゃぎ出してる感じが可愛かった。可愛かった。インディアとブレアにとっては初めてのスナッチゲームっていうのがあってね。スナッチゲームで、はい、誰になるんだろうってすごい思ってたら、そう司会者徹子の部屋みたいな、そう、エレンに似てるっていうのはもう昔からシーズン10の時から言われてたからね。置きに来た感じかなって正直ちょっと思ったけどワークルームで作業してる時にさ、ルーがブレアに言ってたじゃん。それ笑わせられるみたいな。私それ言われてちょっとドキッてしちゃって、やばい、なんかこういうこと言われるクイーンって本番なんか失敗しがちな感じもあるじゃん。そう？俺逆になんかルポールがあそこで指摘したクイーンって大失敗はしないイメージがある。そうかな、だってシーズン12とかでも時事すごい言われてたよ。ルポールに指摘された時にブレアが、果たしてそのエレンっていうのは正しいチョイスなのかっていう感じになったけど、ブレアはバックアップを用意してなかったんだよね。そう、もうオプション B をプランしかないそれはどうなのってちょっと思わない？確かにスナッチゲームでバックアップ用意せずに来るなんて、ましてオールスターズでっていうのはちょっとブレタスしっかりしてってなったスナッチゲームの誰を選ぶのかってもう一番っていうか、もうそれが全てって言っていいほど大事じゃん。ですごい難しいなと思うのは、やっぱもともと結構顔が似てる人を選ぶのって、そのモノマネのクオリティを上げるっていう意味ではいいんだけど、なんかどうしても出落ちになりがちというか。いましたね、いっぱいそういう人結構リスキーじゃリスキーな選択かなとは、今回のブレアを見て改めて思った。だからあえて全然自分と違うキャラのものを演じる方がなんか演じてる感も出しやすいし、面白さ、結局もなんか面白さじゃんスナッチゲームって。ルーを笑わせるか笑わせないかがもう全てだから、スナッチゲームに関しては。だからなんかもうちょっと冒険してもよかったのかなって思った。ブレアはね。クラッカーもそれで言うと見た目はすごい結構ガガ、すごいではないけど見た目もどういうわけだかちょっとガガっぽくは見えたんだけど、でもこれミシェルかなんかに指摘されてたけど、中身はクラッカーのまんまだったな。喋るとクラッカーなのかなって。ガガっぽさなかったかなって。だからクラッカーもったいない気はした。なんかもっとクラッカー面白くできる人いるんじゃないかなって思ったけど。誰が一番面白かった？スナッチゲーム。ジュジュビンも面白かったし、アレクシスのこう占いな感じも面白かった。セバちゃんは誰が一番面白かったですか？俺はやっぱ単純に見てて面白かったのは、アレクシスとジュジュビーで、シアは俺その元ネタを知らなかったから、多分元ネタを知ってたらクソ面白かったんだろうなっていう感じ。でも知らずに見てもそこそこ面白かったけど、多分知ってる人ほど大笑いできなかったのは多分元ネタを知らなかったせいだと思ってて、で逆にアレクシスは、アレクシスの元ネタも知らなかったけど、アレクシスの元ネタ知らないのにめちゃくちゃ面白かったから、だからその意味でアレクシスとジュジュかな。ジュジュはもう言うまでもなくめっちゃ面白かった。はい、その後の展開の前にランウェイプロムクイーンね。このテーマめっちゃいいと思って、今回そのゲストジャッジの一人がトミー・ドーフマンだったんだけど、やっぱトミー・ドーフマンといえば13 Reasons Why で一気に有名になった俳優、っていうのもあったから、っていうかどっちが先か分かんないけど、このプロムクイーンのランウェイと合わせたのかなって。確かにそうかもね。やっぱハイスクール舞台のドラマだからあれって。なるほどね。でかつ、これ13 Reasons Why 見てない人は分かんないかもしれないけど、トミーが演じてた役って、そのすごいポエムを作るっていう、ポエムを作る会みたいなやつに参加してる高校生の役だったんだよね。だから今回クイーンたちがバックステージに戻ってる間ジャッジたちはみんなポエムを作ってたんだよね。あれもやっぱトミーがいたからなのかなって。そうかもね、そうかも。ちょっと思った。超細かいけどトミーはチャチキのお友達だから、ね、チャチキの地元が一緒でお互いのお母さんにも会ったことある仲だからいいね。はい。あとジェフリーね。もう皆さんご存知ジェフリー、もともと本家でもねジャッジにはよく切ってた、もうこれ 3,4 回目ぐらいだと思うんだけど、多分一番印象的なのはオールスターズシーズン3で絡まれ
てたのがジェフリーだから、ルートの茶番が何だったのかよく分かんないけどね。いきなり始まったから分かんなかったよね、なんか。てかごめん、俺その前にランウェイの話で言うと、ルポールのドレスがめっちゃ好きだった。このオールスターズでルポールの姿で一番好きだった。そうね、プロムだったら私ジュジュかミスクラッカーも良かった。ニキビはい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 。やっぱね、プロムだからおめかししてどうこうっていう方に焦点を当てるクイーンが多い中というか、まあ多分それは普通だと思うんだけど、ティーンならではのねニキビに悩むっていう、そっちに光を当てて表現をしたっていうのはもう単純にコンセプトが面白いし、クラッカーランウェイが終わって袖にはける時にもう一回鏡を見て、すごいね絶妙な表情をしてピャッてはけていくんだけど、その表情の表現力をぜひもう一回みんな見てほしいぐらい。なんかニキビがめっちゃ成功に作られててどうやって作ってるんだろうってすごい思った。特殊メイクレベルだったよね。そう、本当にすごいできるよね、こういうニキビっていうのがすごいいっぱいありました。あとジュジュかな。80年代そうロスがミシェルに、いや俺たちが言ってるのは1980年代のことだからみたいなミシェルは1880年代だからみたいなやり取りもちょっと面白かったけどみんなね良かったと思うんだけど、インディアはちょっとプロムじゃないなと思った。そうだね、俺もそれは思った。セバちゃんは？俺はランウェイもアレクシスかな今回は。赤のドレスも、もうなんかパーフェクトだったし、ウィッグもすごい良かった。ウェービーな感じ。でも私もそうジュジュ好きだけど、ジュジュだなと思ったけど、でも今回トップはアレクシスだなと思った。スナッチゲームとかを見てて、時点ではね。そうね、なんかさ、今回ちょっと全然話違うんだけど、このエピソードの放送の直前に、ルポールがインスタのアカウントを全消ししたりとか、アカウントというか投稿を全消ししたりとか、っていうなんかちょっとこう不穏な動きがある中で、クイーンたちも結構ルポールの冷たさとかについて言及をしだしてる中で、今回ルポールのすごいご機嫌なコンテスタントに絡んでいくシーンがやたら多かったなと思って、なんか編集が意図してこのタイミングでルーの評価を上げようとしてるのかなって、もうめっちゃ邪推なんだけど、めっちゃうがった見方かもしれないけどちょっと思った。例えばそのワークルームに準備中に入ってくるシーンとかも今まで必要にカットしてたのに今回使われたり、あとはなんかちょっと違和感を感じたのが、ブレアのコメントの時に、ルーがそのシーズン10の時のブレアのさ、なんかこうやってからしっていう、あれがめっちゃ面白くて旦那とハマってるんだみたいな話をしてたじゃん。はい、してました。なぜ今って感じしない？そのシーズン10の時にその場でランウェイの後言えばよかったのに、それもなかったし、まあそれはカットされたかもしれないけど、でましてオールスターズ5で戻ってきてもうエピソード5よ、このタイミングでなんで言うんだろうって、まあ言うことはまあ言ったとしても、それをここでカットせず使ったことに、でも衣装とかもさ、その時の衣装着てたじゃん。そうだからまあ今回言ったのは間違いないのよ、でもそれをカットしてないっていうのはちょっと思いながら、その後見たらジュジュビーがアンタックとの投票のシーンで投票した後にこうやったんだよね。だそこをなんかちゃんとこうルーのそこをカットしちゃったらジュジュビーのこの行為が意味わかんなくなっちゃうから残したのかなとも思ったし、まあ多分そうなんだよね、うがった見方だけど、そんなことを考えながらあそこの批評は聞いた。で今回のウィナーがシア。まあスナッチゲームもめちゃくちゃ受けてたしね。であとランウェイルックも良かったと思う。そうサシャのバラの花びらを模したというかもじったというか、やつも良かったし、いやで他のトップ2にジュジュビーとアレクシスが入ったんだったらまあそうだよねって納得いくけど、なんかいきなり今回からもう一人みたいな。そう今回からウィナー以外は全員ボトムっていう扱いになって、だまあウィナーにならない限りはポテンシャルとしてその日脱落する可能性があるっていう、だからまあこれ普通だったらまあとはいえさ、スナッチゲームを他のクイーンもみんな見てるわけだから、まあジュジュとアレクシスは今回はまあでもそこも分かんなくなるよね。結局ウィナーにならない限りは、むしろ下手に活躍して2位とか、まあ、そこの明確な順位は明言されないけど
そうマニラ活躍して惜しかったねっていうポジションに来ちゃったら、脅威とみなされて落とされる可能性だってあるし、そうかなり読めないゲームになったね。今のところクイーンたちはそういうプレイの仕方はしないけど、でなんかここでそうインディアとアレクシスのそうインディア VS あれバーサスそこ1対1のバーサスっていう関係ではあんまなかった気がするけどね。あれはどう思うぶっちゃけインディアもっとなんかこそこそさ言えばよかったかなみたいな。インディアこそこそ言ったよ。シア連れてったじゃん。だけどなんかアレクシスがなんかそこで結構不満そうな顔しててさ、もうアレクシスはさ何を言ってるのか分かってそうだったじゃん。インディアがシアを連れて行った時点でアレクシスが不満な顔してたらさ、アレクシスが嘘ついてるってことになるじゃん、そういうカスミンとしてはそういう風に見てたってことね、でアレクシスとメイヘムがインディアにシアを落とそうぜってプロットしたのは本当にあったことだって思ったってこと、見てて。そうなのかなって。違うの？いやでもそこはもう誰も分かんない。嘘インディアが嘘ついてると思う？いやもうそこは分かんないけど、いやぶっちゃけあの週にアレクシスがシアを落とそうとして画策するっていうのは、ぶっちゃけ全然やっててもおかしくないというか、ありえる話だなとは思うけど、でもアレクシスの性格的にそれを隠そうとしない気がするんだよね。今回やってシアの耳に入った時に、しらばっくれて、いやそんなことしてないよっていうよりは、アレクシスっていやったよこれってそういうゲームでしょ何が悪いのっていうタイプな気がするから。わかんないね。じゃあ謎が深まるね。だからそれはもう誰にも分かんないんでね、で誰にも分かんないし、あの場で結局どんなに議論をしても平行線なのも明らかだったし、っていう中でシアはもうそこを追求してもキリがないから、もう分かんないことを考えてもしょうがないからもうとりあえずそこの画策があったのかなかったのかっていうのは一旦切り離して、あくまでチャレンジの出来だったり、これまでの成績だったり、っていうのをベースに判断した結果があれだったと思うんだよね。でそれは正しい選択というか行動だったとも思う。で今週のリップシンク、バンジー VS シア。バンジーが出てきた時のアレクシスの顔がなんかもうなんかかわいそうになっちゃう。そうだね、トラックドーターだからね。すごい不安そうな顔してて、俺なんかね、ちょうど今回そのスナッチゲームの中のアレクシスを見てて、なんでか分かんないけど、やっぱバンジーのドラッグマザーだなってすごい思ったんだよね、しみじみと。なんで？なんかモノマネをしてる時のアレクシスの喋り方とかが、すげえバンジー感があった。本当？全然分かんなかった、でなんかちょうどスナッチゲーム見ながらやっぱバンジーのマザーだなって思ってたら、リップシンクアサシンとしてバンジーが出てきたから、でしかもそういうねいろいろあった中でのアレクシスの表情とかもあって、なかなかしみじみした瞬間でした。バンジーのでもバンジーめっちゃ可愛かったよね今回。可愛かった。もうどんどん可愛くなっていくバンジーは。なんかちょっとジャネット・ジャクソンの若い時みたいなそれもで、洋服もすごい可愛かったし、リップシンクも可愛い感じのリップシンクで、そこまで激しさはなかったけど、なんか全体的にまとまっててすごい良かった。に対してシアは結構エモーショナルな感じのアプローチで、もう結構好き好きかなというか。でリップシンクはシアが買って、俺は賛成です。すごかったもん。でシアが選んでたのはインディアだった。インディア以外はみんなインディア入れてて、そうだね。だからやっぱり、その話を信じてないとかっていうのは実際のところも誰にも分かんないけど少なくともあの場でだからクイーンたちは別にインディアが嘘ついてるって判断してインディアに入れたっていうよりはもう分かんないから、ずっとボトムだったしね、っていう判断をしたのかなと思うし、それは間違いじゃないなとは思うけどね。でももうインディアがいなくなったのは結構寂しいな。なんか本当にオールスターズってインディアみたいなクイーンのためにあるんだなってちょっと思った。なんか伝わる？なんか正直シーズン3の時はさ、これ多分最初の方にも俺ら言ったけど、そんなに印象なかったんだよねインディアって、もうほんと耳アイムファーストに担がれた人っていう印象しかなかったんだけどもうなんかこのオールスターズ5でインディアのイメージがガラッと変わったし、多分そういう人すごく多いし、会ってみたくなった。なんかオールドスクールはオールドじゃないんだなっていう、
そうだし、アンタックトでさ、ミシェルがさ最後控室に行ってさ、シーズン3は私にとってのそうファーストシーズンだみたいな、あれもね、ああいうこと言うから平が怒るんだと思うよ。あのやりとりもすごい、ミシェルもすごい優しい言葉かけてたし、でもみんな良かった、いつも言ってるけど。そうね、もうだっていよいよトップ5だからね。そうだから逆に言うと、どっか1個でも間違えちゃうとそこが命取りになるっていうか、本当にそうだね。そうなってきて、レベルがすごい上がってきてる。そう事前の噂によると今シーズンはトップ3でフィナーレを迎えるっていう噂だからだからもう来週再来週その次の週にはフィナーレかな。はい。あと今シーズンあれだね、脱落クイーン戻ってこないね。そう、私もそれ思った。でも戻ってくるとしたら、もう次ぐらいだよね多分。そうだね、来週でももう予告見る限り戻ってこなそうだっていうね。ますます目が離せなくなるね。レギュラーシーズンでも復活ってもう全然ないもんね。最後に復活あったのいつだっけぐらいないよね。ああ、ないね。確かに。あと3週間で、確かに。フィナーレかなって感じです。ということで、今回はオールスターズシーズン5エピソード5の感想を喋りました。ありがとうございました。